皆さんこんにちは。ホリスティックライフコーチの立花さゆりです。今日はミニマリストとは何かっていうことについて私の世界観でお話しします。私のお家に遊びに来たお友達とかがみんなが言うんですよ。物がない。物が少ないっていうふうに。でも私は全く家の中がそこまで物がないっていうふうに思ったことがないんです。それで調子乗って自分で私はミニマリストですって言ってます。大体皆さんはミニマリストって聞いて、例えば生活感ゼロなお部屋、例えばベッドとテーブルと、あとスマホ1台みたいなお部屋想像してません？はい、では結論から言います。私が思うミニマリストとは、今私たちが住んでるお部屋であったりとか、お家のサイズに合った量のものを持つことです。これだけでも十分なミニマリストだと思ってます。そしてミニマリズムを調べたら、物を減らしていくっていう生き方ではなくて、不要なもの、情報、選択肢を減らして、そして私たちの人生のリソースである時間、集中力、そしてエネルギーを大事なものだけに与えるっていう生き方だそうです。よく選ぶ自由は幸福だって言われます。その一方で選択肢を減らした方がタイパがいいって言われます。私はそこの間を取ってます。選択肢をゼロにするのは息苦しいことですよね。でも選択肢が多かったら多かったでまた疲れますよね。心理学では人は選択肢が多かったら決められなくなって満足度が下がることが分かってます。だから私は自分で管理できる量まで選択肢を減らしてます。今お住まいのお部屋、家の収納、家具、収納棚に収まる程度であれば全然十分なミニマリストだと思います。私は家具一つ一つ大きなものが好きで、例えばテーブル、デスクだったら小さなデスクを置くよりも大きなデスクを置いて、そしてその上に書類であったりとか本を置いても余るそのスペースが好きなんです。いわゆる余白が好きなんです。というのは空間に余白があると心にも余白が生まれるからなんです。これは感覚論ではなくて、実際に視界に入ってくる情報量が減ると脳の処理負荷も下がることが分かってるからなんです。つまり余白のある空間っていうのはもうそれだけで人の集中力と感情を安定させてくれるんです。私はお洋服がもう大好きで結構種類を持ってます。というのは私たちがどっかに行く際はその時と場合に合ったお洋服を選ばないといけないじゃないですか。なので種類はあるんです。でも絶対に量は増やさないようにしてます。そしてよく人間は空間の生き物っていうふうによく聞きませんか？環境、物、周りの人たちから私たちはもう想像以上に影響を受けてます。だから私は好きなものに囲まれて生きるのもこの一つの幸せの感じ方ではないかなと思ってます。そして私はこの物を増やさないためにも自分の家の中をある一つの会社だと思ってます。例えば食器部門部署、食器部署、タオル部署、洋服部署、それぞれ役割があります。そして全てが私のお気に入りで、かつそれぞれちゃんと機能していれば新しいものを買い足す必要はないんですよね。例えばご自身がですよ、会社の社長さんだとします。そしてあなたの会社のその部署全部が成果をちゃんと出してます。なのに新しい人をどんどん雇いますか？雇いませんよね。それはもうただの経費の無駄になっちゃいますもんね。物をこういうふうに増やし続けるっていうことは、会社内がちゃんとうまいことやれてるのに、意味もなく、どんどん新しい人を入れ続けてるのって一緒なんですよ。これはもう社長としてそこのあんたやで。どうですか？社長として。どうですか？もう経営が下手にも程があるやろってなりますよね。
なんで、クビです。社長、クビです。今日からクビです。はい。そして、私、海外旅行が大好きで、結構行くんですよ。人よく言うじゃないですか。人はこう旅行に行ったら、財布の紐が緩むみたいな。でも、私は、物にはあんまりお金を使わないんですよ。旅行に行って、新しい経験にはお金を使います。そして、それを周りが見て、なんで買わないの？なんで買わへんの？節約なん？もしかしたらケチ？とか言われるんですよ。そういう時はもう私はもう心の中で、うちの会社は間に合っておりますと思ってます。はい。では今日のお話をまとめます。ミニマリズムとは、物を減らすことではなくて、物のノイズを減らすことだと思います。そして私たちは私たちの自分の人生の経営者です。何を持つか、何を持たないか、何に時間を使うか、何にお金を使うか。これらを感情ではなくて戦略で決めていってください。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか？いいねと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。